送電網を強化するってニュースを見たのだ。 AI のためって AI はそんなにいっぱい電気を食べるのか？よくニュースを見てるわね。ズンだもん。みんな、アンと簡単楽団のズンメタンの解説コーナーへようこそ。今日は AI の進化が引き起こす意外な問題について解説していくのだ。この動画を見れば AI が抱える環境問題と人類が昔から直面してきた共有地の悲劇の関係がバッチリわかるわよ。止まらない毎朝のアップデート。世界中を覆い尽くす熱気。置いていかれる恐怖に駆られて。開発の海飛び込む僕ら。置いていかれる恐怖に駆られて。で、なんだかすごく焦っている感じがするのだ。そうね。今、世界中で AI の開発競争が起きているの。でも、AI を動かすには莫大な電力と、サーバーを冷やすための大量の水が必要なのよ。AI が引き起こす環境問題。電気だけじゃなくて、水も必要なのだ。さらに最近は、AI エージェントって言って、AI が自分で考えて複数の作業を自動化する技術が進んでいるの。指先一つで増やせる労働力。すべてを託すよ自動化の波。誰よりも早くタスク回せ。これは便利な反面、一つの計算が次の複数の計算を生み出すから、計算量が足し算じゃなくて掛け算で爆発的に増えていくのよ。ふふ。それはまるで、深淵より召喚されし自律型の使い魔たちが、禁断の栄唱を連鎖させ、この世界のマナを無限に吸い尽くす終わりのない儀式のようね。またメタンの中二病妄想が爆発してるのだ。とにかく、すごい勢いでエネルギーを消費しちゃうってことなのだ。誰も彼もが蛇口ひねり。サーバーの代金は跳ね上がり。苦しいけれど買わないならば、その分奪われるだけだ。みんな苦しいのに、どうして計算の蛇口を止められないのだ？ここで起きている環境問題は、誰かの悪意じゃなくて、仕組みの問題なのよ。AI が生み出す富は莫大だから、開発を止めるとライバルに置いていかれる恐怖があるの。自分が我慢しても、どうせ誰かが使う。なら無駄を気にせず使った方が合理的だ。って考えてしまうのよ。むむむ、確かに、自分だけ損するのは嫌だ、って思っちゃうのだ。その結果、得した人への羨ましさや、独占される恐怖から、共有する限りある資源を、みんなで浪費する競争になっちゃうの。これを、共有地の悲劇、と呼ぶわ。環境問題を深刻化させる共有地の悲劇。歴史上、共有地の悲劇は何度も繰り返されてきたの。最近ではアメリカのオガララ大水槽の枯渇問題が有名ね。オガララ、何なのだ？アメリカの農業を支えてきた巨大な地下水脈のことよ。20世紀からずっと大切に使われてきたんだけど、21世紀に入ってから異常なペースで水が減り始めたの。なんと2001年から2008年のたった8年間で、20世紀全体で消費した水の3分の1が失われてしまったの。単純計算で33年分の水がたった8年で消滅したのよ。ひえ、一瞬で水がなくなっちゃうのだ。一体なんで急にそんなことになったのだ？当時、バイオエタノールっていう燃料の需要が高まって、材料になるトウモロコシの価格が急激に上がったのよ。今作れば高く売れる。周りの農家も水をどんどん使って儲けている。ってね。あ、さっきの AI の話と同じなのだ。自分だけ水を節約しても損するだけだって思って、みんなで競争みたいに水を汲み上げちゃったのだ。その通りよ。干ばつの影響もあったけど、一番の理由はまさに経済的な動機が引き起こした共有地の悲劇ね。その結果、今でも水が枯渇してしまった地域があるわ。サーバー足りなきゃ宇宙へ。星屑砕き作る計算機。太陽の光が尽きるその日まで。サーバー足りなきゃ宇宙へ。って、すごいスケールなのだ。一部の過激な AI 推進者は、地球の資源が足りなくなったら、宇宙に進出して計算量不足を解決すればいい。なんて本気で考えているのよ。それなら安心なのだ。甘いわね。新しい技術が全部解決してくれる。という角の楽観論は危険よ。
問題は今ここにあるんだから。でも絶望する必要はないわ。共有値の悲劇にうまく対処できたケースもちゃんとあるのよ。人類は共有値の悲劇となんとか付き合ってきた。どうやったのだ？例えば川の水を農業に使うとき、上流の人が使いすぎると下流の人に水が回らない問題があるわよね。これを解決するために農地を川に対して縦に細長い帯状に分割したケースがあるの。どうして縦長にするのだ？そうすれば全ての農民が上流から下流までの土地を持つことになるでしょう。自分が上流で水を無駄遣いしたら自分の下流の土地が干からびて損をするのよ。なるほど、すごく単純だけど頭いいのだ。共有値の悲劇を深刻化させるのは自分たちが得た利益のツケを他人に回せる構造にあるのよ。恵まれない寂れたちに乱立するデータセンター。自分たちは儲かる。環境破壊の悪影響は他人に押し付けられる。だったら真剣に環境破壊の対策を考えなくてもおかしくないでしょう。だからこそ共有資源管理の世界では利益を得る人が資源がなくなるデメリットもちゃんと負担するという制度設計がとても重要視されているの。なるほど、ちゃんと責任を持たせる仕組み作りが大事なのだ。今日のまとめなのだ。1、AI の開発や自動化は足し算じゃなく掛け算で電力や水を大量消費するのだ。2、焦りや競争から資源を浪費してしまう共有値の悲劇が問題なのだ。3、でも人類は歴史の中で対策を学んできたから、その知恵を生かしてバランスを取るのが大事なのだ。完璧よ。ずんだもん。この歌が AI の環境問題と水の問題を重ねているのは、どちらも根底に共有値の悲劇という共通点があるからなのよ。だからこそ人類が歴史の中で積み上げてきた深刻な水問題への対策がこれからの AI との付き合い方にもきっと参考になるはずね。今日も最後まで見てくれてありがとうなのだ。この動画が面白いと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いするわ。我らが魔導結社に契約を交わしチャンネル登録すれば、神羅万象を読み解く深淵の英知を授けてあげるわよ。コメントでみんなが AI にやってほしいことや環境問題についての意見を教えてほしいのだ。さて次回の解説だけど、雷神と音に関する曲を取り上げるわよ。あれ、雷神と音の曲って前にもやらなかったのだ。ふふふ、今度は前回の曲には登場しなかった別の雷神様が新たな技術を取り入れるお話なのよ。おう、それはどんな神様なのか楽しみなのだ。次回も世界の断りを解き明かす解説でお会いしましょう。バイバイ。